そんな汚らしい汗臭い格好で来ないでちょうだい。たまたま仕事が休みだった平日、娘の習い事を見学していた時に、いかにも金持ちのマダムですと言わんばかりの女性が俺に向かってそう叫んだ。こういう人とは関わらないのが一番だと思っていたのだが、なんと娘の授業参観でまさかの再会。ジャージで授業参観って、まともな服も持ってないの？そうバカにしてくるマダムに我慢も限界になり、言い返そうとした瞬間、俺たちの様子を見ていた子供たちがワイワイと口々に放った言葉に、マダムは顔を真っ青にして、俺は神谷信之。今年34歳になる一児のパパだ。娘のカリンは昨年小学生になり、毎日いろんなことを学んで成長していく年頃だが、俺はカリンが可愛くて可愛くて仕方がない。目に入れても痛くないとはまさにこのことかと思うけれど、俺はそんなカリンの成長を思うように見守れない状況にあった。原因は俺の仕事で、休日が不規則でカリンと遊ぶ日が限られている上に、世のお父さんたちが家族サービスといって少し遠くの遊園地なんかに連れて行ったりする週末はほとんど休むことができない。しかも仕事の関係で日本全国を飛び回ることも当たり前で、1年の半分以上家を空けることになってしまう時もある。俺が行ってくるよとしゃがんでカリンと目を合わせると、ぎゅっと抱きついてきて離れない時もあった。パパ、行かないでよ。そんな風に涙目のカリンに言われてしまうと、俺まで涙が出てきてしまいそうで、心の中でごめんと謝って家を出ることはしょっちゅうだ。しかし誰よりも大変なのは妻のみゆきなのは間違いない。仕事で家事にも育児にも参加できない俺に代わって、どれだけ疲れていようと家のことのすべてをみゆきがすることになるのだから。それでもみゆきは俺が久しぶりに帰ってくると嫌な顔一つせずに、お帰りなさいと笑顔で迎えてくれて、栄養満点の料理をたくさん机に並べてくれる。そんな頼りになる妻のみゆきと可愛い娘のかりんのために、俺はとにかく仕事を精一杯頑張っていた。そしてずっと子育てに奔走してくれているみゆきのために、仕事が休みの日にはできるだけかりんの世話をするようにしている。これならみゆきも少し楽ができるし、俺もかりんの成長を感じながら楽しい時間を過ごすことができるので一石二鳥だ。そんなある日の休日、久しぶりに家族3人で食卓を囲みながらかりんの学校での話を聞いていると、突然かりんがもじもじと恥ずかしそうに口をつぐんだ。俺が具合でも悪いのかと心配して聞くと、かりんは決意したように顔を上げて、しっかりと俺の目を見て口を開いた。パパ、私、バレエとスイミング習ってみたいの。俺は正直、ついにこの時が来たかと少し感動していた。かりんは幼い頃から活発だったし、運動神経も悪くはなかったので、何かスポーツでもしたらいいんじゃないかと密かに思っていたのだが、自分から言い出してくれるとは思わなかったため、嬉しい気持ちでいっぱいだった。かりんの言葉で自分の幼い頃も思い返してみたけれど、俺も小さい頃から体を動かすことが好きだった。そしてその好きが高じて今の仕事にありついたと言っても過言ではない。もちろん途中で挫折しかけたこともあるけれど、それでも今好きなことを仕事にできる幸せを感じている。だからかりんにもやりたいことはさせてあげたいし、恐れずに何でもチャレンジしてみてほしいと思っている。そしてその中で自分でも気づいていなかった可能性を見出したり、自分の得意をさらに伸ばしたりして、たくさん経験を積んで素敵な大人になってほしい。ねえパパ、ダメかな？ダメなわけないさ。
バレエもスイミングもやるからには頑張るんだよ。俺が慌ててそう返事をすると、カリンは嬉しそうに笑って喜んでくれた。そのカリンの笑顔に、俺もみゆきと顔を合わせて思わず笑ってしまったのだった。こうしてバレエとスイミングを始めたカリン。普段はみゆきが車で送迎しているが、この日はたまたま仕事が休みだった俺がスイミングスクールのお迎えに行くことになった。受付でお迎えに来たことを伝えると、もう少し終わるまでには時間があるため、2階の見学スペースで待っていていいと言ってもらえた。2階に上がると、同じくお迎えのお母さんたちが数人いて、それぞれグループを作って何かおしゃべりをしているらしい。しかし俺は今日初めてお迎えに来たため、それに混ざることもせずに、そっと気配を消して下のプールの様子を覗き込む。キョロキョロとカリンを探していると、まだ慣れていないカリンが一生懸命バタ足しているのを見つけ、思わず声が出てしまう。よし、いいぞカリン、その調子だ、頑張れ。その瞬間、ハッとしたが、仕事柄うっかり大きな声が出てしまう。背中に刺さる視線を感じていると、左側からひときわ強い視線を感じて、思わずそっちをちらっと見てしまう。そこには俺と同じように子供の送迎に来ているらしい女性がいたが、いかにも金持ちですという雰囲気をまとっていて、マダムと呼ぶにふさわしく、そのいぶかしげな視線を受けて、俺は慌てて目をそらした。しかし思えば今の俺の格好もお母さんたちには異様なものに見えるかもしれない。今の俺は上下とも古びたジャージで、しかもお迎えに来る前に坂道や階段をダッシュしてきたため汗だくだった。ついどこでも体力作りしちゃう癖直さないとな。仕事柄少し時間ができれば体を動かしてしまうのだ。もう職業病と言っていいレベルだろう。ここが例えばどこか外のグラウンドであればよかったかもしれないけれど、どうやらこの場にはふさわしくなかったようだ。俺の声と姿に呆然とするお母さんたちを代表してか、さっき目が合ったマダムがつかつかと俺に近寄ってきた。ちょっとあなた、大きな声出さないでいただけます？それにそんな汚らしい格好で、しかも汗だく？平日の昼間から大の大人がフラフラして恥ずかしくないんですか？少しも言い訳の隙を与えられずに吐き捨てられた言葉に何とか謝罪したが、それでもマダムは顔をしかめて不機嫌そうに去っていった。しかし俺もさすがに声の響く場所ではうるさかったなと反省し、おとなしくカリンが頑張っている姿を見ていると、狭い見学スペースではどうしてもお母さんたちの会話が聞こえてきてしまう。するとその会話の中にひときわ大きな声が混じっていて、俺はそれがさっき注意してきたマダムの声だと気がついて、思わず聞き耳を立ててしまった。うちの義父はね、財前グループの社長でね、夫は役員なの。いろんな有名人とお付き合いしててね、週末にはいつもホテルや料亭でランチ。これが本当に疲れるのよね。そんな自慢話ばかりしているようで、周りのお母さんたちは少し困っているけれど、角を立てたくないのか、すごーいとか、羨ましいわねという反応だった。へえ、財前グループね。正直、俺も少し驚いたけれど、俺よりもあなたの声の方がよっぽどうるさいよと心の中で突っ込むことで精一杯だった。でももうすぐスイミングスクールの時間も終わるし、俺がお迎えに来る回数もそんなに多くはないだろう。だから余計な波風を立てることもないと、それ以上は首を突っ込まないことにしたが、それでも少し一言言ってやりたい気持ちもあった。しかしそんなモヤモヤは、カリンが俺に気がついてパーッと笑顔になり、パパがお迎えに来てくれたのという言葉でもう吹き飛んでしまっていた。それからしばらくして、カリンの授業参観の案内が来たとみゆきから連絡があった。
そしてなんとその日がたまたま俺の仕事が休みの日と重なっているのだ。こんな機会はもうないかもしれない。そう思った俺が行くと答えると、みゆきはそう言うと思ったと笑った。そして待ちに待った授業参観の日。学校でのかりんの姿を見られる貴重な機会だと、俺はワクワクしながら小学校へと向かった。案内に従ってそっと教室に入ると、そこには見覚えのある女性が立っていて、パッと目が合った瞬間、お互いに驚いて、えっと声に出してしまった。その時、俺はこの女性があのスイミングスクールのお迎えの時に一悶着あったマダムだったことを思い出した。さらに、ここにいるということは、このマダムの子供とかりんは同じクラスだということがわかる。何も言わないのが一番だと俺が思っているにもかかわらず、マダムはまた俺を舐め回すようにじろじろと見て、ぷっと吹き出した。あなた、いつぞやの小汚いお父さんよね。今日もジャージ姿？しかもこんな平日に仕事のない人がフラフラしていていいのかしらね。ずいぶん余裕がおありなのね。その言葉は他のお母さんにも聞こえているようで、俺をチラチラと見ると気まずそうに目をそらす。しかし俺は無視を決め込み、仕方なくそのマダムの横に立つと、かりんが俺を見つけて嬉しそうに手を振ってきたため、俺も手を振り返し、思わず頬が緩む。でも横にいるマダムは、俺がかりんの父親だとわかるや否や、ボソボソと俺に聞こえるように嫌味を言ってくる。あら、かりんちゃんのお父様だったの？うちの子も仲良くさせてもらってるみたいですけど、話を聞くと天気が悪いとお仕事がよく中止になるんだとか？あなた、工事現場でアルバイトでもなさってるの？年収の低い底辺生活は大変ね。そんな風に眉を潜めながらボソボソと隣で俺に絡んでくるが、今は授業中で、俺たちは子供たちの学校での様子を見に来ているはずだ。授業参観の意味わかってるのか？本当にうるさいな。そう思いながらも俺はかりんが頑張っている姿を目に焼き付けることに集中し、とにかくマダムを無視することを徹底した。そして給食の時間。この日は保護者も給食の試食ができるとあって、俺も小学生のあの頃に戻ったような気分になってトレーを持って列に並んだ。するとまたあのマダムがやってきてクスクスと俺を見て笑う。あなた本当に嬉しそうね。やっぱり給食目当てのニートだったわけ？かりんちゃんにはちゃんと食べさせてるのかしら。かりんちゃんもあなたみたいにならなければいいけれど。これまで我慢できていた俺も、かりんや他の子供たちの前で、俺だけでなくかりんまでバカにされては黙ってはいられない。持っていたトレーが歪んでしまいそうになるほどの怒りに耐え、それでも一言言おうとしたその瞬間だった。何言ってるのおばさん。ああ、もしかして知らないの？かりんのお父さんはプロ野球の選手なんだよ。え？プロ野球選手？俺とマダムが言い合っているのを聞いていた子供たちがワイワイと寄ってくると、マダムを取り囲んで口々に俺のことをそんな風に説明してくれた。子供たちにそう教えられて驚いたマダムはそれでも、私は野球なんて興味ないからそんな人知らないわと開き直った。そこで俺はふーっと息を吐いてニコッとマダムに笑いかける。俺はあなたのご主人をよく知っていますよ。だってうちの球団の運営会社はあなたのお父さんの会社、すなわち財前グループなんですから。役員のご主人とはよく食事もさせてもらっていますよ。本当にいつもお世話になって。俺がこれまで耐えてきた分だと言わんばかりにそう言い放つと、マダムは信じられないという顔で俺を見つめる。そして予想外のダメ押しで近寄ってきた男の子が得意げに語り始める。それにね、かりんのパパは今大活躍なんだよ。この前もホームラン打ってね、
このままいけば今年も MVP 取れるって言われてんだから。俺は近寄ってきた男の子の頭を優しくポンと撫でると嬉しそうに笑ってくれる。その言葉を借りて俺はさらにマダムに笑顔で言い寄る。いやあなたのご主人は俺の活躍で会社の株がうなぎ登りだと喜んでいましたよ。財前グループにとって君は宝だとも言ってくださいました。あ、それから僕の年収は7億ほどです。この小学校は私の母校でして、去年新しい体育館をプレゼントしたんですよ。母校なのもあって恥ずかしながら給食も楽しみにしていたんですよね。今度は俺がマダムに言葉を挟ませないようにペラペラと話し続ける。とはいえマダムは途中から声も出なくなっていて、ただ目を見開いて俺の話を聞いていた。すると俺の話のスケールの大きさに圧倒されたのか、用事を思い出したと言っていそいそと額から吹き出る汗を拭うのも忘れて教室を出て行った。そこからは余計なことを言う人間もいなくなり、子供たちとおいしく給食を食べて楽しい時間を過ごした。そして授業参観が終わると、俺主催の希望者での野球教室が開かれた。事前に学校に連絡してお願いしておいたのだが、母校だということもあり、学校側もぜひお願いしたいと言ってくれたのだ。だからこそ、ブランドのスーツくらい何着も持っているけれど、この教室のためにあえてジャージで来ていたわけだ。俺が小さい頃から思っていたことだけれど、ボールの投げ方や打ち方を現役の選手から教えてもらえる機会は本当に少ない。俺も小学生の時にその当時有名だった選手が来るという野球教室に参加して、この道を進もうと決心したのだ。俺もあの選手みたいになれるだろうか。そんな思いから俺は純粋な子供たちの夢を実現する手伝いができればと、このような触れ合いの場を大切にしたいと考えている。そして何よりも子供たちに伝えたいことは、まさに今日のあの一件のようにならないようにしてほしいということ。人を見た目だけで判断せずに、時には先入観を捨ててその人自身をきちんと見ること。そうしなければせっかくの大切なチャンスを逃してしまうかもしれないし、あのマダムのように一方的な思い込みで人を傷つけてしまうことだってある。まあかくいう俺もあのマダムを見た目だけで判断してしまった部分もあるので、偉そうには言えないけれど、俺もまだまだ成長しなければいけないということだろう。それを子供たちに教えてもらえたのは俺にとってもいい収穫だった。子供たちの楽しそうな笑顔を見て、俺はこの仕事をやっていて本当に良かったと思うのだった。しかしあれ以来、スイミングスクールのお迎えに行ってもあのマダムを見かけない。俺も言い過ぎてしまったと思っているので、少し落ち着いて話をしてみたいのだが、やっぱり大人になってからの仲直りは難しいものがある。でも俺はきっともう会うこともないあのマダムも自分の言動を振り返って反省していると信じたいと思う。前回のように見学スペースからプールを見ると、クロールで一生懸命泳いでいるカリンの姿がある。どうかカリンにはこれからものびのびと成長していってほしい。そう思うとやはり自然と頬が緩んでしまうのだった。